どうぞ。 OK ですか？はい。はい。はい。では、今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いしお願いしま。ますす。はい。ですね、今日はドルフィンキックのまとめということで、まずまとめを、前回の2回分のまとめを最初にバーンと皆さんにお見せして、その後に、パネラーの金子選手、山川さん、山崎さんの3名で、私も司会というよりは、パネラーとして少し入りながら、ドルフィンキックのことをもうフリーディスカッション、それに30分ぐらい使っていきたいなと思います。で、その後にはもう山崎コーチや、金子選手から長名林さん、チョナさんに向けてトレーニング指導、皆さんから感覚的なことを知りたいという要望があったので、もう本当感覚的なところで最後は今日はやっていきたいなって思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ会長、お願いします。じゃあ、チョナさんがまとめてくれた今回のドルフィンキックのまとめをスライドで画面共有してもらえますか？はい。できてますかね？うん。今井くんどうから見えてるかな？見えてます。はい。ですね、今皆さんにお見せしているこのドルフィンキックまとめってやつなんですけども、何個かこういう動きした方がいいとか、なんか共通の動き意識するとか、いろんなことがあったんですけど、その中でそれぞれラベルとしてまとめていくと、大きくこの2つが大事なんじゃないかなっていうのが、今回のパネラーとのディスカッションで分かりました。まず1つ目が、上半身をうねらせたしなやかな動きが大事であろうと。これは金子選手も意識していることですし、この動きっていうのは、山川さんからしたら、圭介さんからしたら、それ研究的にも大事だし、で、山崎コーチからしたら、その体の構造だったり、動かし方としてもやっぱ大事だしっていうような話をやっぱしてました。で、この上半身を狙らせたしなやかな動きって、じゃあなんで大事なのかとか、じゃあ何意識するのかっていうことなんですけど、まず一つ目が順番に動かしていくことで水の動きを止めない。この水の動きっていうのは、大きく2つあって、例えば膝打ちとかだと、この進んでいる方向に対して面がでかくなるので、ここで水の動きがバーンといきなり止まっちゃうと。で、その止まらないようにしなやかにやることで、できるだけ抵抗も減らすことができるし、で、順番に動かしていくことで、最後の足先、一番推進力をバーンって発揮している足先の動きも止めないっていうところがあります。で、次、柔軟性と筋力の両方が大切。柔らかければいいだけじゃなくて、筋力があるわけじゃなくて、その柔軟性、筋力が持っている筋力をうねらせるようなしなやかな動きにすることが大事っていうことがあります。で、次がまっすぐなストリームライン姿勢をなるべく崩さない。これも進む方向に対してできるだけ進みやすい。皆さんのそっちから見て何がいいかな。例えば、この私の携帯で皆さんの方にこう立てた時っていうのが一番抵抗がでかい状況です。これをできるだけスッと、皆さんから見たここの面積が、断面積が小さくなるのが抵抗が少ないようになので、できるだけこのストリームライン姿勢、皆さんがよく知っているストリームライン姿勢を進む方向に対して崩さない、なるべく崩さないっていうのが大事になります。で、2つ目が足の裏に水を当てる感覚っていうのが大事ということを言ってました。ドルフィンキックでやるときに、やはり皆さん意識しやすいのって、ドルフィンキックだったら蹴り下ろし、足の甲で水を蹴るときがやっぱ主にあるとは思うんですけども、そうじゃなくて、この切り返した後の足の裏が水面に向かうときに水を当てている感覚が大事であろうという話が、金子選手からもありました。で、その時にどういう動きしてるのかなみたいなのを考えてもらったときに、跳ね返す局面、この蹴り返しですね。蹴り返しの局面は一瞬脱力してるんじゃないかな。思いっきりガチ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 ってやって止まっちゃうので、ある程度までは力入れるけど、最後はもう脱力して、ムチのようにギュンって、ムチも最後の切り返してきて、自分でこんなふうに返しても、最後脱力してヒュンっていうように戻すような感じで、最後ちょっと脱力するといいんじゃないかっていう話がありました。で、最後が蹴り下ろしの途中で股関節を伸ばす意識、足首の背屈を制限するということがありました。なので、この股関節を伸ばす意識
っていうところを、これは金子くんから、今日もなんかちょっと話があったりするのかな、なんかその感覚のところで、股関節を大事にして、股関節の動きをやっぱ大事にするっていうのがいいかなっていう話がありました。で、今日は、この主に私たちが今回話し合ったこと、この2つが本当にこの世のドルフィンキック早く泳ぐためのこの世の真実かって言ったら、それはみんなにちょっと僕らにも分かりません。でも僕たちからしたらこれがやっぱり大切なんじゃないかっていうのが、このパネラー、3人のパネラーと私司会が考えた意見であります。で、今日はこのまとめに対して、3名のパネラーからフリーディスカッションでどんどん感覚的なところで、難しい言葉を使わないで、感覚的なところでどんどん掘り下げていければと思います。よろしくお願いします。はい。では、山崎コーチ、金子選手、圭介さんと、時々僕で、フリーディスカッションをいい感じでやっていきましょう。じゃあ、なんか、最初、山崎コーチから圭介さんに聞きたいことあるって言ってたんで、山崎コーチから圭介さん、なんか質問して、で、そこからなんかいい感じでガヤガヤとフリーディスカッションしていきましょう。お願いします。はい。前回、ちょっと難しい言葉、共収縮っていう、共に収縮するっていう、関節の表と裏の筋肉が同時に、簡単に言うとこう固定するって感じですね。こう振った時も強収縮してるとこう手首が揺れないんですけど、どっちも収縮してないとゆるって状態。このガチッと固めた状態の方が多分速さ頻度とかはすごい出ると思うんですけど、ドルフィンキックって。でもそれが果たしてそのスナップ動作につながってるのかどうかっていうのはすごいやっぱり疑問で、なんかドルフィンキックで強収縮、ガチッとこう足首膝固まってるっていうのがいいよ、いや固まってるのはダメだよっていう何か研究とかありますか？はい、ごめんなさい、ちょっと感覚的なところから少し外れてしまうかもしれないんですけど、僕が一応調べている研究でいうと、ドルフィンキックを打ってる時っていうのは、特に、体幹と大腿、つまりお腹の筋肉とももの筋肉は、こう、とにかくキックを打つ時、下ろす時は前の筋肉が働いて、上げる時は背中の方の筋肉が働くというような交互に働くパターンで実際動きを作ってます。で、足首の周りに働く、筋肉っていうのは硬い、すねの筋肉になるんですけれども、ここに関しては、人によってなんですけど、蹴り上げの時に足首を固めるように、前と後ろの筋肉が強収縮をするというようなパターンが見られてます。なので、とりあえず速い選手は例えば頻度を上げるために、さっき山崎さんがおっしゃってたように、もう固めてしまって、もうこう振動のように動かしているかというと、そうではなくて、体幹の筋肉と大腿の筋肉の、交互収縮ですね、前と後ろの筋肉の交互収縮を使って動きを作っているということが、見られてます。で、強収縮っていうと、どちらかというと、実はそのぎこちない動きの時に起こりやすい収縮パターンなんですよね。で、例えばすごい、バタ足の研究なんかで、熟練スイマーの、競泳選手とリクリエーションレベルで水泳やってる人のバタ足の時の筋肉の活動なんかを調べた研究だと、切り返しの局面ですね。切り返しの局面、一回動きがブレーキをするような局面
その時に、上手い人の方が強収縮をしないというような、研究成果が出てるので、上手い人ほど強収縮せずに、無駄な筋活動をせずに動きを作っているっていうのは研究として出ているかなというふうに思います。はい。一応研究としての意見はそんな感じです。実際、圭介さん、どうやってドルフィンこう現場でなんか苦手な選手にこう教えてますか？まあ、特にその強収縮が起こってそうなぎこちない選手に対して。コーチの目線で考えたときに、練習でターゲットにすることっていうのが、2つあるかなって思ってて、それは、僕は考えたのは、例えば体幹のうねりを作るとか、例えば、胸椎、胸の周りとか腰の周りの滑らかなうねりを作っていくっていうような動き方と、あとは足の使い方ですね。股関節から下の使い方っていうのは、2つ違うかなっていうのを考えてて、で、大体膝打ちで、キックをしちゃう。ドルフィンキックでもバタ足でも膝打ちでキックをしちゃうっていう人に対しては、とにかく、そういう動きにならないように、まずは最初に、キックの正しい動きっていうのをちゃんと理解させて、ドリルをゆっくりの頻度でドリルをさせながら正しい動きをちゃんと身につけさせていくっていうのをやっていってます。で、具体的に言うと、例えば腰から下の正しい動きを教えようと思ったときには、キックの動きって、3局面に分かれているんですよ。で、これは僕の研究でも確認してるんですけど、うまい競泳選手の大体動かし方っていうのは大体膝を蹴り下ろして下に行く局面で、ここでうまい人も下手な人もそんなに動きは変わんないんですよね。で、この後膝を伸ばしたまま、蹴り上げを行って、もう一度膝を曲げてきて次の蹴り先に向かうっていうような3つの局面が分かれてます。これは筋肉の活動パターンとか分類してもそういう3つの構成でできてるっていうのが分かってて、で、そういう3つの、例えばもう分かりやすく1、2、3で、例えば陸上で動きを作って、でこういう動きだよっていうのを学習させてから、ドリルの時に、例えばサイドキックなり、仰向けでのドルフィンキックとか、そういうのをやらせて、ゆっくりな動きの中でそういうことがちゃんとできてるかっていうのをゆっくり確認させていきながら、正しい動きができてきた時点で、だんだんと頻度を上げて、S に近い速度で同じ動きができていけるようになってるかっていうのをやっていきます。はい。で、そうですね、強収縮させないようにっていうのは、やっぱり練習するしかないと思うんですよね。人の動きってやっぱり誰でもそうなんですけど、やったことない動きっていうのは必ずぎこちない動きになっちゃうんで、でもだんだん練習していくうちになんとなくコツをつかんでいって、滑らかな動きになっていく。滑らかな動きになっていくっていうことは、要するに無駄な筋肉の活動をさせないでスムーズな動きになってるっていうことだと思うんで、そういった見方で、強収縮、最初のぎこちない動きからだんだん滑らかな動きになっていく。難しい言葉で言うと、強収縮するようなぎこちない動きからだんだんとその動きに必要な筋肉だけを使った動きになっていくっていうような展開で運動って学習していくのかなっていう考えながら僕は選手に指導してます。はい、ありがとうございます。はい。圭介さんってなんか今の話聞いてて、なんだろう、実際の声かけって強収縮っていう言葉は多分指導の時に使わないと思うんですけど、なんかぎこちない、なんか結構よく言うのが、力入れるのは人間結構簡単にできると思うんですけど、力抜くって結構難しくて、そうやって力が入っちゃう人に、なんかその力抜いてって指導しても難しいかな。そうすると他のなんか意識させることがあると思うんですけど、どうですかね、ドルフィンでそういうガチガチになっちゃうっていう人に対して。動きを、力を抜くようにしろっていうのは、なんか僕は指導の仕方としては違うと思ってて、
なんか意識して力抜くってできないわけじゃない。人間のスイッチっていうのはオンしかないんで、入れるだけなんで。で、なんか力抜いて、滑らかにってなると、逆にかえって本当にこう、使わなきゃいけないタイミングで、ね、正しい動き、例えば正しい関節の動きっていうのは、順番に動かしていくって最初にあったと思うんですけど、その順番を無視しちゃうって動きになっちゃうこともあるんで、なので、まずはそうですね、まずは正しい動きをちゃんと、もう強調してでもいいからちゃんとやらせるってことが僕は大事なんじゃないかなって思います。了解です。正しい動き。難しいな。まさきなんか今はい。そうですね。今聞いてて、自分がどんな感覚でやってるかなってイメージしながら聞いてたんですけど、そうですね。まず僕が結構力の抜き入れをうまくやるために意識してるところとしては、これドルフィンキックに限らず、結構初動だけ頑張るっていう。初動っていうと例えばストロークだったら書き始め。で、ドルフィンキックだったら打ち上げの瞬間、蹴り下ろしの瞬間。で、だけをそのアクセントつけて頑張って、そっからはもうなんか惰性で勝手に体が動いていくみたいな、イメージでやると、結構ちゃんとこの動作としては動いてはいるんだけれどもリラックスして、体が動かせるみたいな感覚があります。まあこれは僕の感覚なんですけど、その初動だけ頑張るっていうのがまず一つと、あと最初に言ってたその切り返しのところ、その硬いすねの筋肉とかふくらはぎの筋肉が一緒に働いてぎこちない動きになってるんじゃないかって話があったんですけど、僕も結構蹴り下ろしの時、足の甲で水を押していく時は結構足首はリラックスしてるイメージです。っていうのも、蹴り下ろしって足首の構造的に蹴り下ろしの時って力入れなくても水の抵抗で勝手に足首が伸びるじゃないですか。だから力入れなくても自然と水を後ろに押すために正しい面になってるんですよね、足が。だから力は入れない。だけど蹴り上げる時っていうのは足の構造的に結構水を切るような形になりやすいじゃないですか。足首が背屈って言ってちょっと曲がるような形になってあげるんで、その時は僕は逆にふくらはぎには力を入れて固めるイメージを持ってます。蹴り上げの時は。だからどちらかというと僕のイメージとしては、蹴り下げはリラックス、蹴り上げはふくらはぎを固めるっていうイメージですね。で、あと足の使い、圭介さんが指導するときに上半身の滑らかさと足、股関節から下の動きは分けて考えてるって言ってたんですけど、僕も足の動きに関してはやっぱ蹴り上げってどうしても股関節を持ち上げるっていうのがすごい難しい人が多いと思うんですよ。だから股関節が伸びずにそれを補う形で膝が曲がっちゃうっていう人が、多分多いと思うんですけど、僕結構今のコーチに指導してもらってて、すごいイメージとしてやりやすかったなっていう言葉がけが、足を遠くで蹴り上げ蹴り下ろしをするっていう、なるべく遠くの水を蹴るっていうやつと、あと蹴り上げの時に膝の裏で水を押し上げるっていうワードがすごい僕の中ではしっくりきてて、この2つをやると結構膝が曲がらないで股関節から大きく動く動きが出やすいのかなって感じてます。あと膝裏の押し上げは例えば人によってなんですけど、これを膝裏じゃなくて裏ももの真ん中とかお尻の付け根あたりとか、
まあ、多分その意識する場所はずらしてもいいと思うんですよね。人それぞれ。自自分がやりやすいイメージを見つけてやることによって、多分その膝じゃなくて股関節から大きく動かすっていうことにつながりやすくなるのかなって思ってます。今のまさきの言う感じだと、やっぱその、やろうとしてる場所を意識するっていうのも、それ以外のところに意識を置くことで、なんかいい動きが引き出されるんじゃないかみたいな感じだよね。そうですね。ピンポイントというよりかは、結構その大きな視点で見るっていうか、動き全体を、はい、見るっていう感じの方が、まあその、選手目線からしたらやりやすいかなっていう。まあ、もちろんその理論的な細かいここをこう動かすって決めてやった方がうまくいったりする人もいると思うんですけど、そういうあくまでぼやっとしたイメージで、感覚的に動かした方がうまくいくっていう選手もいると思うので、そうだよね。はい。そういうなんかイメージ作りとか、その同じ動きなんだけど、どういうイメージを伝えることによって、なんか動きがうまくいくのかっていう、その引き出しをたくさん持っとくのは大事かなって思ってます。人によって多分そのイメージ違うと思う。特にそういう、なんか、まあ、コーチとかは、要はそういう視点を持つ必要はしっかりあるかなっていうのは自分自身も思ってて、やっぱ力を抜くことが得意な選手もいれば苦手な人もまあいっぱいいて、で、それでやっぱ意識する場所って人によって違うし、まあ人ってそもそも違うもんだから、だから意識するところも違う。だからある選手にうまくいったからって、じゃあお前もこれうまく、絶対うまくいくよって言えないし、その人にはまた違う指導があると思うから。そうなんですよね。そういうところを、やっぱ体のこと詳しい山崎コーチが、なんか今のことで、なんか言えることっていうか、なんか言いたいことありますか？はい。なんかいろいろすごい思い浮かんだ、いろんな方面から思い浮かんだ。まず、力を抜けっていう指導が、まあ、適切かどうかと言われると、すごい多分選手目線で考えると、力を抜けって言われて抜ける人は、まあ、ほぼほぼおそらくいなくて、さん言ったように、まあ、人間の体って基本的に電気の信号で動いてる、筋肉する信号しか、まあ、基本的にはないなんですよね。じゃあ、抜くっていう信号は基本的にはないので、じゃあどうやって力を抜くかというと、まあ、解剖学、運動学っていう分野、学問的に考えると、力が入ってるところと反対のところの筋肉、例えば手首だったら、手のひら側に倒す方の筋肉はこっち。甲側に倒す方の筋肉はこっち。まあ、表と裏の関係になってると思うんですけど、力が入ってる方にぐっと筋肉が縮まってる信号が出てるので、反対の方の筋肉をしっかりと意識してあげるっていうのが、こっち力を抜きたい方の反対を意識してあげるっていうのが、まあ解剖学的な筋肉から考えるとそうかなっていうふうに今一つ思いました。っていうのと、まあ、あと現場的な話で考えると、そんなことを考えてると、もう全然動きって絶対追いつかないので、ドルフィンキックは。そうすると、金子選手が言ってたような、なんていうんですかね、自分の体を意識しないことがすごい大事だなって考えてます。例えば、遠くのお水をこう蹴るようにとか、お水を押し上げるようにとか、何か自分の体以外のものを意識してあげてパフォーマンスアップさせるっていうのは、まあ、そこは研究でもたくさん出てる分野だと思うので、すごく面白いな、現場的だなと思いながら、そういう研究も見てますね。はい、ありがとうございます。なんかそうですね、まあ今話してるやつって結構なんかまあ話してる僕らもあれですよね、やっぱ難しいなって思う分野ですよね。そういう力の入れ方っていうか、なんかその抜くって難しいし、なんか特に指導するってなったらまた難しいし、で、なんかそういう時に選手によく聞いた時の方が正解多いことあるのかなって僕自身思うんですけど、まさきって
その今言ってた違う意識を置くとか、あとなんだろうな、その直接的になんかあると、そう力抜きたいとかさ、水の感覚つかむって時に、なんかそれでさ、水の感覚つかめっていうだけじゃなくて、なんか例えばフィン使ったりとか、なんかこういうあることやると、なんかうまくそういう感覚が身につきやすいんだよな、みたいな。現場的なっていうか、もう自分で実際やってみてとか、そういうのなんかあります？そうですね。それはドルフィンキックに関してですよね。そう、ドルフィンだね、今日はね。難しいな。まあ、結構、やっぱり、なんか調子が悪い時って僕も結構、股関節が動きづらかったり、膝が曲がっちゃったりする時もあるんですよ。で、そういう時に結構なんかバーチカルドルフィンキックとかをやると、なんか股関節が伸びる感覚であったり、足の裏に水が当たる感覚っていうのが出やすいかなって思ってて、で、まあもちろんバーチカルドルフィンキックってこの垂直姿勢で、水面に対して垂直姿勢でドルフィンキックを打つんで、ある程度水深があるプールじゃないとできないんですけど、まあでも、このバーチカルドルフィンキックって何がいいかっていうと、普通のこの水中ドルフィンキックってこの蹴った力が前に進む力になるんですけど、バーチカルキックっていうのはその蹴った力が沈まないように、体を沈まないようにさせる力に働く、になるじゃないですか。なので、なんか自分が力の抜けてるっていうか、水をちゃんと押せてない部分が分かりやすいから、バーチカルドルフィンキックってすごいやりやすいなと思ってて、で特にやっぱ僕結構バーチカルキックやった時の方が、足の裏で水を押す感覚が強くて、ふくらはぎとかもすごいなんか使ってる感覚が出るんですよね。だからなんか筑波で結構バーチカルキックやってる時期あったんですけど、そういう時結構やっぱまあトレーニングなんで結構量も多いんで、終わった後とかもうふくらはぎがつりそうになるぐらいしっかり使えてたりして、だからそういったなんか先ほどの話の股関節をしっかり動かしたりとか、足の裏で水を当てるってためにバーチカルキックをやるのは有効かなって思ったりしてます。そのバーティカルキックでやっぱり意識することって動きもそうだけど、はい。まあ、動きってまあちょっと人それぞれで分かんないところもあるから、とりあえず簡単に言うと、できるだけ高い位置っていうか沈まないように維持できるようなキックができるようになってたら、いつの間にかその人にとっていいドルフィンキックについてるんじゃないかそうですね。なんか膝が曲がっ足の裏で水を押さえるときに膝が曲がると、膝が曲がると水を上に押し上げるじゃないですか、バーティカルキック。そうすると体って沈みやすいんですよ。それをちゃんと膝伸ばして、左右の上下均等、左右均等に動かせてると沈みづらい感覚が自分の中ではあって、なんかその辺を意識したバーチカルドルフィンをやることによって、まあ今日のまとめで言われたようなポイントの一つが達成できるのかなって、そこにつながるのかなって思います。山崎コーチどうですか？なんかこれ興味あると思うんですけど。はい。まあ多分ほとんどの睡眠は水深 1.1.2 バーティカルキックをやるっていうとやっぱりちょっとどこか水深の深いところ行かないといけないんですけど、でも本当金子選手言ってくれたのはすごいヒントになるなと思って、つまり前側も後ろ側もドルフィン上も下も同じ強さで蹴れてれば沈まないっていうのがと思いながら聞いてました。現実的に 1.1、ダッシュスイミングスクール 1.1 なんですけど、水深 1.1 でどうするかなって今考えてて、一つは壁キック、壁に手でちょっと50センチぐらい潜ったところでもうちょっと下かな、上に60センチ下に50センチあるようなところで蹴り幅っていうのをしっかりと足が床につくぐらいスレスレまで行って水面際までっていう、そういう上下っていうのはすごい大事だなと思って聞いてました。一つやるとしたら、
結構、普段の練習でもやってるんですけど、水深が 1.1 だと、1.1 メートルぐらいの幅だったら、足全体でこうドルフィンが打てるの。ギリギリ水の上に上がるか上がらないかぐらいから床にスレスレ当たるところまでっていう、もう大きな 1.1 っていうメートル幅、全体を使ったドルフィンキックっていうのは、前に進んでるか進んでないか、均等に蹴れてるかっていうところをチェックするのにはいいかなと思ってではありますね。はい、ちょっと壁キック入れたいなって思いました。まだ実践したことはない感じですか、その水中で壁キックは。壁キックのドルフィンでちゃんとまっすぐグッと押せてるかっていうのをチェックないですね。なんか結構イメージ的に難易度むずそうだなって今思ったんですよね。なんかその場でとどまれるのかなって。ゆっくりの動作で。なんか浮いてきちゃいそうな感じがするんですよね。腕の使い方がすごい重要になってきますね、そうすると。なんか掴むとことかあればいいですけどね、壁に。確かに。でもなんかちょっと実験してみたいですね。できるかどうか。いや、でもなんかできそう。横向きでもいい。壁に対して。なんか僕も今それ思いました。僕もなんか、今の話聞いてると横向きがいいんじゃないかなって。左右対称でまっすぐ進まなきゃならないから。でもそれだと均等に動かせてるかどうかを評価するのが。でも横向きでサイドキックでドルフィンやってたらさ、上にいたり下にいたり若干動いちゃうじゃん。はい。だから、シンメトリーでこうちゃんと動かせてないと、まっすぐ進まないっていうのは確認できるんじゃないかな。なるほど、なるほど。っていうのと、僕なんか聞いてて思ったのは、なんか、やっぱ下向きでこうキック打ってると、やっぱりどうしても重力の影響があるから、蹴り下げる方がやりやすくて、蹴り上げる方が難しいっていうような、状況が生まれたりもするから、そういう意味でもやっぱりそのバーティカルキックでやると、その影響もなくなるから、前後の動きも出しやすくなるのかなっていうのも思いました。そうですね。圭介さん、水深いくつですか？うちのプールですか？リッチですよ。いいとこですよ。うちは一応可動床なんで2メートルまで下げれるんで。すごい。すごい。2メートルから水深10センチまで変えれるんで。そう。ハイテク。すごくないですか？交換しましょう。どうやってプールを交換って発想がすごいですね。さすがだ。まさや他にはなんかない？あとそういう、この足の裏に水を当てる感覚を養うっていうことに関して、もう一個なんか試してみたいドリルがあって、シメトリードリルなんですけど、よく多分パドルとかを片手だけにはめて、で左右非対称なんだけど対称的に動かすようなトレーニングがあるじゃないですか。それのドルフィンキックバージョンで片方だけにフィンをはめて、もう片っぽは素足で普通にドルフィンキックを打つっていうドリルがなんか結構有効かなと思ってて、っていうのもフィン履くと、この前のディスカッションでも話したんですけど、蹴り下ろしの最後で足首の背屈っていうのが制限されて、足の裏で水を蹴り上げやすくなる感覚があるんですよね、フィン履くと。で、なんかそっちの意識に素足の方が引っ張られて、フィン履いてるような感覚が素足でも得られるんじゃないかなと思ってて、で、ちょっと昔撮った動画見せていいですか？どうなんだろう、これ。今井くんいけそう？この前、なんかあれだったじゃん、なんか止まっちゃったじゃん。スポーツに変えたんだよね、そのジャンルを。ジャンル自体は最初からスポーツなんですけど、やっぱ脱げるとダメっぽいんですよね。でも、それどうなんだろう。でも止められたのは、レッグレイズだよね。はい。やってみる？止められたら。止められたら止められたっすね。じゃあ、かわしてみましょう。じゃあ、ちょっと片足フィンやってみようぜ。しますね。これ大丈夫だったら別にこれからもいけるしね。はい。見えてます？はい。
これ今、ああ、右足で履いてるっていうやつ。そうです、そうです。ちょっと最初見づらかったんですけど、こんな感じで、フィン履いてるんだけど、なるべく同じように動かすっていう。意識はこの時の。いや、もういつもと一緒です。そのフィン履いたドルフィンキックと同じ感覚です。これは脱いだ後にどういう感じで良くなるの？だから僕正直これやんなくてもできちゃうんですけど、もしこれできたら、そのフィン履いた時のようなこの足首の背屈の制限とかが残るのかなと思ったりして。山崎コーチとか、圭介さんどうすかこれ。選手やらせてみるときとかなんか。一つの方法としてはなんか面白いなと思うんですけど。あともう一つなんか普通に筑波でシメトリードリルやってたじゃないですか。あれの目的って何ですか、圭介さん。そう、圭介さんに聞こう。はい。そこの目的を聞くこの場だと多分、そのドリルの内容から説明して入んないといけないから、ちょっとそこはちょっと割愛するわ。はい、わかりました。シンプルにはこのドリル見た感想を言っていいの？お願いします。いや、でも面白いからなんかバンバンやればいいんじゃないかなと思うし、なんかさっき言ってたように、なんかこれができるようになったら確かに、フィン履くと結構うねりが大きくなったりして、動き自体はかなり強制されると思うから、なんかその中間のところを引き出していくっていうのの確認のためにも、なんかすごく面白いと思うし、なんか選手目線で考えたときに、なんかすごいうまくいったかいってないかっていうのが分かりやすいからさ、なんか楽しそうだなっていうのをなんかすごい見てて思いました。もしよかったら試してみてください。はい。僕も知りたいです。どうなるか。ね、はい。勝手な僕のアイディアなんで、これ。これやって僕が上手くなったとか、そういうのではないんで。はい。お願いします。はい。どうすか、3名。そろそろ次の、チョナさん使ったトレーニング指導行こうと思うんですけど、まだなんか話したいことあります？これ話してきたいな、みたいな、チョナさん使う前に。なんか、一個、金子選手に質問なんですけど、はい。こう足裏でこう、当てる、お水をこう押し上げるっていう感覚。はい。感覚が、なんか生まれてできるようになったのか、どういう、なんかステップアップじゃないですけど、感覚値超えてないぐらい昔かもしれないけど、上手になったのが。でも、やっぱり、僕のきっかけはやっぱ蹴り幅を小さくしたことだったんですよね、まず。で、多分ですけど、もう結構、小さくした早い段階で足の裏に水が当たる感覚っていうのは出てて、はい。まあだからそうですね、もうなんか段階的にというよりか、もう最初にもうすぐ来たんですよ、その感覚が。足の裏に水が当たってる。でも最初はそれをやってるときつくて、ふくらはぎが。で、多分まあ、今までやったことないそういうぎこちない動作だったんで、多分余計にふくらはぎとか使いすぎちゃってたりしたかもしれないんですけど、まあそれをなんかずっとまあでも、その足の裏に水を当てる感覚は絶対逃したくなかったんで、ずっとやり続けてったら、まあちょっとずつ慣れてきて、でも、多分もう1、2年ぐらい経ったら、ふくらはぎがそういう疲れやすいとか、そういうのもなく自然と、もう無意識に足の裏に水を当てられるようになりましたね。ありがとうございます。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。ね、いつの間にかって感じだよね。
だから結構、まさきがね、昔の自分の動作と今の自分の動作、しっかり比べたら何が違うのかすげえ気になる。もっと定期的に分析しときたかったですね。何下手な時から。そしたら変化がなんか客観的に分かったなって面白いんですけど、はい。まあ、それはもう残念ながらできないんで、想像の域になってしまうんですけど。だからね、今、全国の選手、コーチの皆さんはチャンスですよね。まだ今伸び盛りの人を、初めからしっかり取っておく。はい。それすごい価値あるデータになると思うんですよ。どんなことがきっかけで、なんか速くなったかとか。すごいやっぱり、はい、価値のあるデータとなると思うんで。そうだよね。何意識して僕も知りたいですね。関連とか、なんか面白いなってのは、すごい思います。研究、ただの研究っていうのも、やっぱ現場とつないだ研究っていうのはやっぱやっていきたいなってのは、僕も思ってるし、圭介さんも思ってるだろうし、他の人たちもやっぱすごい思ってる。はい。なんかね、研究と現場のコラボとかっていうのを、これからどんどんやっていけたら、面白いなって。できましょう。個人的には思うわけです。はい。じゃあ、そろそろ行きますか。はい。チョナトレ。じゃあ最初に、チョナさん、いきなり出てきたのなんだってなるんで。韓国で待ってたただのでかい男みたいになってますけど。ダッシュ、スイミングスクールで僕も泳いでたんですけど、パンピー代表でもう現役引退して7年半経ってるので、金子選手と山崎コーチの今日はモルモットとしてちょっと実演をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。めちゃくちゃ不安なんですけど。体を張って。何やります？代表ですね。もう山崎さんともう、まさきの方でもいいよ、なんか好きかってその時の流れでもどんどんやってもらって。これ、パソコンの角度映ってなかったら、ちょっと言ってください。はい。多分、いい感じかも。まあ、今井君の方からそこ言ってもらおう。じゃあそうだ。前僕がレッグレイズの動画上げたときに、まあいろいろとその山崎コーチに、解剖学的に補足説明があったらお願いしますって言って教えてもらったことあるじゃないですか。ああいうのをちょっと僕まだそのレッグレイズの注意点発信できてないんで、今日ここでお願いしてもいいですか？わかりました。チョナさん、前上げたレッグレイズ乳首出さないようにやってみて。このことは大丈夫なんですか？ちゃんと感動ってる。偉い。ちょっとケツを台から出すぐらいで、手は万歳で上のところをグリップして胸を張る。この時腰はちょっと浮いちゃってもいいんですよね。その腹筋さえ締まってれば。腰は浮いててもいい。ちゃんと腹筋は締めといてね。これはイメージとしては背中、てかそのおへそを背骨に近づけるみたいな腹筋の締め方でいいんですか？はい。だってジョナさん。で、そのまま、はい、じゃあ足を伸ばして、そう、ちょっと股関節が180度よりも進展した状態から、足を遠くに回すように上げる。そう。これ膝を上げてか？いや、膝はどうします？きつかったらちょっと曲がっちゃってもいいと思うけど。膝は軽く上に上がったときは、これあれっすよね。その、下ろすときはゆっくりで、上げるとき早くの方が効きますか？そうですね。まあでもどっちも最初はゆっくりでいいかもしれないです。ですって、チョナさん。ゆっくり。どんぐらいですか？ 3 カウントか4カウントずつぐらいですか？1、3秒、2秒ぐらいで。3、1、2、はい、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2。どうでしょうか？ 1、2、3で下ろして、1、2で上げる。で、1、2、3。1、2。そんな上まで上げなくていいと思うよ、上げたとき。
なんか背中がもう浮いちゃってるから、そうそう、それぐらいでいいと思います。で、あとは、今、はい。前回金子さんが重り20キロだったっけあれ何も乗せてなかった？皆さんにお見せしたのは何も乗せてないです。でもあれを20キロぐらいの重りでやることもできます。っていうこと、重りを乗せるっていうことを考えると、はい。足が多分出なくていいので。そうですね。重りってダンベルとかこういうの挟んでってことですか？でも足先に、でもどうなんですかね、足先に挟んじゃうと、この股関節が内旋して、進展しづらくなるとか言ってませんでしたっけ？でも、多分ちょっとこう、つま先を逆ハの字にして、内踏まずあたりで、内踏まずというか、まあ、内くるぶしあたりで、ダンベル、ギュッと挟む。はい。チョナさんさ、そのさ、椅子をさ、180度回転させてくんない？こっち向きに。こっちに足向く感じ？その水平面の動きを。てか、チョナさん、ですね。チョナさん、それ家ですよね。家です。めっちゃ揃ってるじゃん、機材。重り70キロぐらいはあるかな。水泳選手の家じゃないよね。今じゃないんでも。すごいね。やってみて、ジョナさん。いける？これ何キロって言ったっけ？これ12キロぐらい。結構、足先で12挟むって結構重くない？重いね。安全に行こう、安全に。じゃあ、怪我はしないようにね、怪我は。大丈夫です。それぐらいでいい。5キロで、5キロで。そう。起こしちゃうと床抜けちゃうし。つま先ハの字ね。何もできてないんで。つま先ハの字ね。やってみよう。GO! ハの字になってね。いや、これ結構難しい。やっぱ挟むのは難しいですね、結構。難しいね。そしたら、乗せた方がいい。それか膝上に挟むのはどうですか？ちょっと重いプレートを。いやー、危ないな、落とすと思う。じゃあ乗せた方がいいですね。いや、今回まで乗せないでいいか。いや、じゃあそれ乗せてやってみて。このすねのところ？1、2、3、1、2、1、2、3、1、2。どうでしょうか、山崎コーチ。すいません。信也君の映像がこちらに送られてきてません。僕も止まっていました、今。足りないって。足りない。もう一回。本当にあれなんか、YouTube にはちゃんと映ってるみたいなんですけど。じゃあいいか。じゃあ、多分山崎コーチのとこだけですね。まあ、こんな感じでいいんですかね。他になんか注意点とかありますか、山崎コーチ。結構きついな。膝が、こう、股関節が内旋したまま下ろしていくと、股関節のつま感というか、バキッとこう、なる人が結構いるんですよ。そうですね。僕もその感覚ありました。なので、ちょっとこう股関節をほんの少し軽くでいいので、内旋っていう、膝とお皿がこう、天井まっすぐ、もしくはちょっとこう外に開く感じで、ゆっくり折って戻ってくるっていうことをできるといいので、もしある人は膝の間に、バスタオルぐるぐる巻きにしてものをこう挟んでやってあげるとか、ちっちゃいギム肉ボールっていうんですけど、ちっちゃいバランスボールみたいなものを膝と膝に挟んで行えると、より大腰筋、いわゆる股関節のインナーマッスルに効きやすいと思います。
確かになんかその、股関節を伸ばしていくときに股関節を外旋させるっていう動作ってドルフィンキックでも一緒ですよね。やっぱ股関節って打ち下ろしの時に股関節が内旋、膝が近づくような動作が起きて、で蹴り上げの時に足が股関節が外旋してふわっと上がっていくみたいな、この股関節の回転運動が起きてますよね。逆かな、はい。打ち下ろしの時に外旋しながら蹴り下ろして、上げる時にちょっと内旋していく感じかな。まあ動きとしてはそうですよね。はい。はい。でもそのなんていうんですかね、内旋位から外旋位ですよね、蹴り下ろしが。で蹴り上げの最初って外旋位じゃないですか。外旋位から内旋。はい。なんだから膝はそのつま先は開いた状態で蹴り上げてるってことですよね。ちょっと難しいかな。そうそう、多分皆さんに内旋位、外旋位結構難しいんで、なんかチョナさん、そうだね、チョナさん実演して。イメージ見せてもらいながらなんか。実演できた。下向き。はい。じゃあまず蹴り下ろしやってゆっくり。で膝と膝の間ちょっと開いて。足はくっつけなくていい。ちょっと開いて、足がそう内側向くスペース作った状態で、じゃあお尻から持ち上げて股関節。はい、じゃあそこから蹴り下ろしの時に、ちょっと膝も曲げちゃっていいよ。この股関節持ち上げながら膝曲げる。そこが蹴り下ろしの最初。いいね。すごい。そこ最初。で、そこから、まず、その、股関節を内側に絞る。できない。股関節を内側に絞るってのは、膝と膝の皿をくっつけるような。親指と親指をくっつけるようなイメージ。ここですね。はい。で、蹴り下ろしてって、で、蹴り上げの最初は、かかととかかとがくっつくような感じですよね。そうだね。はい、ハの字な感じで。そこから上げてって、膝曲げて、でまた先内側に向けて、膝を閉じて。これ、めっちゃ。ショナさん、頑張って。こういう。難しいな。そうだ。僕、映像ありますよ。おい。すぐ出そう？すぐ出る。チョナさん、ありがとうね。ありがとうございます。こんな感じですね。こんな感じ。わかりやすいか。ね。ちょっと待って、スローで流しますね。さすがだな。ここから蹴り下ろすときに最初、親指と親指が近づく。足首が離れてて、はい。で、親指重なるぐらいでやってて。はい。で、ここで、ちょっと、僕の場合は、外旋ってまではいかないですかね。でも股関節は多分、なんていうんですかね。やっぱこの蹴り上げる時のイメージとしては、かかとが、近づくような動作のイメージの方がいいんですかね。でも明らかに膝と近くなってから少し膝のお皿は外向きになりますよね。一番この切り返しのところからずっとアップキックも、このスムーズな動きってやっぱ内旋外旋意識しても多分できないと思う。何なんですかね、じゃあ。もう自然と最初の話に戻っちゃいますけど、スナップ動作だったり、力
力をこの内旋させる筋肉と外旋させる筋肉ってめちゃめちゃ強度弱い筋肉、もっと大きな筋肉っていう意味ではスナップ動作、先っぽ膝関節を内旋させようとか外旋させようっていう意識は、まあ指導ではあんまり使わない。うん。どうですか、圭介さん、僕もなんか山崎さんの話をちょっと聞いて納得したところがあって、まあなんていうか、多分こう股関節の内外旋をこう作れっていうふうに考えると、なんかこうかき回すようなイメージになんかなっちゃうような気がして、結局なんか足の甲でしっかり水を捉えるためには、つま先とつま先を内側に向けて最初のキックの蹴り始めの姿勢を作って、そこから蹴り下ろしに向かって最後まで水を押し切るためには結局そういう風な形の動作になるっていう感じで考えると、意識してっていうよりも足の甲でしっかり最後まで水を押し切るために動かすと結果的にそういう動きになっていくっていう感じなんじゃないかなって聞いてて思いました。結果ですよね。結果論というか、うまくかどうかの結果、答え合わせが内旋外旋一つの指標なのかなっていうふうには捉えてますね。だからそういう意味で、トレーニングの時にそういった動きまで引き出してあげると、よりその実際正しい動作に近いところでやれるんじゃないかな。ありがとうございます。まとめ。あれ、チョナさんもうないですか、チョナさん使ったなんかは。なんかやりたい。ストレッチ。ストレッチ。もう何でも家でできそうなこととか、何でも。ストレッチ。じゃあ、よく言葉としてたくさん出てくる胸椎という胸の柔軟性ですね。ちょっと壁それ使うの？使わないですよ。これ45キロぐらいあります。これで見えますか？壁。見えるかな？見えてるよ。見えます。ちょっとチョナさんを固定します。はい。頭の後ろで手組んでください。で、その時手の甲を頭の後ろに当てて、手の甲、肘と肘を折ってください。肘と肘を思いっきり近づけて。で、ちょっと肘を遠くに出すイメージで。はい。で、二の腕壁にベタッと当ててみてください。で、肘よりちょっと下の。いいですね。で、それでそこから足をゆっくりちょっとずつ、下げてって。じゃあその辺でぐーっと壁に近づけるように胸を壁に近づけて、腰反らないようにちょっとだけおへその下へこませます。いいですね。これで10秒間ぐらい可能な範囲で、痛くない範囲で。だいぶ結構あるね。しっかり伸びてますね。どう、つまさん、感想。いや、めっちゃこれ軽くなりますね。めっちゃ伸びます。ドルフィンキックやってみてください。陸上でうねうねしてみてください、だって。うねうね。マジでできないんだけど。でもちょっとできてる。嘘？昨日より？なんか昨日より骨盤しっかり動いてる感じしますね。ありがとうございます。金子選手のレッグレイズが筋力
向上だとしたら、私がお伝えした胸のストレッチが柔軟性の獲得なので、ぜひどっちもこう並行して柔軟性も筋力も高められるようにやっていくとすごく効果的かなと思います。およそない期間でたくさんチャレンジしてみてください。ジョナさん。はい、僕もマスターズ参戦できるように頑張ります。はい。あとなんか、チャットの質問で、アップキック時は足先離れてますが、アップキック時は足先は気にしなくてもいいですか？はい、どうぞ。アップキック時は足先離れてますが、そうですね、あんまりその足先にイメージを、意識を置くっていう感覚はないですね。ただ僕はやっぱその膝をくっつけすぎないように意識してます。そのやっぱ膝と膝をくっつけてずっとキック打ち続けちゃうと足首がその内側向いたりとか、その動作が起こりづらくなっちゃうんで、親指同士がぶつかっちゃったりするんで、とりあえず膝を開いて、まあいつも通りの感覚でドルフィンキックを打ってると、まあ、自然と足首はその自由にいろんな方向に動くのかなって思ってます。で、まあかといって膝を開きすぎちゃうと、それはそれでまた力入りづらくなっちゃうと思うんで、まあそこは自分の足の大きさとかも考慮しながら、一番いい膝の開き具合とかを見つけていくといいのかなっていう。意外とやっぱ速い選手、膝はくっついてなくて、開いてる選手が多いと思います。はい。なんかまあね、まさきもその、ドルフィンキックする機会ってあんまないよって皆さん思うかもしれないですけど、まさきはターンを毎回、なんか6回、7回、8回みたいな。打ってましたね、昔は。ね、アップからね、その打ってたので、皆さんその自分に合うドルフィンキックっていうのを、ただのドルフィンキックの練習って時だけじゃなくて、まあ普通の持久練だったりアップだったりとか、ターンをだったり、スタートをっていつでも打てる時があるので、その時になんか自分に合うね、今まさき言った膝の開け方とかさ、足の持ってき方とかっていうのがそれぞれで見つけていくと、なんか面白いのかなって思います。で、今日はこれでそろそろ終わるんですが、ドルフィンキッカーとりあえず今日で最後終えます。はい。はい。パネラーの山崎さん、金子さん、山川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。でですね、まあ、これからは、まあ、何やるかなって考えているときに、ドルフィンキック、まあ、やったから次バタ足行くっていう話でこのメンバー出てますし、まあ、ちょっとそこは、また、はい、考えて皆さんに提示します。で、これ、今はこの司会者、私、パネラー3名でやってたんですけど、次はそのテーマに沿って、パネラーだったり司会者も変えながら、柔軟にやっていこうかなと思います。できるだけやっぱそのテーマについて詳しい人が話した方がいいと思うので、そのような方、まあ、僕たちで探しながらだったりとか募集しながら、やっていきたいと思います。水泳界の発展に皆さんで貢献したいなと思います。はい。でですね、今僕たち日本語でこの YouTube 配信してますけど、なんか金子くんがインスタにその上げた後に、ブラジルの知り合いの選手から、なんか送ってくんないみたいな話があったって聞いて、じゃあ、英語の配信もしてみたいねっていうのを、まさきが思い始めたときに、ですね、第1回の、金子くんが流した動画にも出てきた、鏡くんという方、隣で、まさきの隣で泳いでた早かった鏡くんっていう子が、ですね、筑波大卒で、今、英語のレッスン、帰国子女でもあるので、英語がすっごい堪能で、教え方もうまくて、例えば、鏡くんは、まさきのTOEICのレッスンの先生をして、点数を、ね、まさきの点数を倍にした人、800超えまで、もうバーンと上げてくれたら、すごい優秀な人なんですけど、その鏡くんが、今のこの時期、何かしらの社会貢献したいと。で、一緒に僕たちのと一緒に頑張っていきたいということで、今この話している内容を
英語の字幕にしてくれるということで、鏡くんから提案いただきました。そのため、これからは、これ日本だけじゃなくて、海外の人にとっても、やっぱこの今話している情報って、いろんな人にとって有益になり得るだろうと、僕たちは信じて話してますので、これを海外にも、鏡くんの大きな協力を得ながらやっていきたいと思うので、鏡くんもこれからよろしくお願いします。でまた、海外の皆さんにも、この情報を届けられるように、また僕たちも質を高めながらやっていきたいと思います。はい。じゃあ今日はこれで終わりますが、チョナさん、最後、何かありますか？僕ですか？はい。なんだろう。そうですね。ちょっとこのドルフィンキック3回を通してなんですけど、僕本当に競技から離れて、このディスカッションに参加させてもらっているので、動画ぜひ皆さんに何回か見直していただくと、より理解できて、実際の泳ぎとかそういった、なんか自分の体とかそういったところのイメージが湧いてくるかなと思うので、これを一つの考えるきっかけというか要素みたいな形で使ってもらえたら非常にいいなと。僕もこの動画もう3、4回ずつ見直して、やっとなんかいいな、腑に落ちたなみたいな感覚があったりもするので、ぜひ何回も見直してみてください。はい。はい。この動画は見返すこともできますので、皆さんどんどん勉強の材料として使っていただければと思います。では、また次のことはまた何かしらで皆様に告知したいと思います。では今日、あとこれまでの3回のドルフィンキックありがとうございました。では今日終えます。お疲れ様でした。よいしょ。